これが一番オーソドックスだな、俺の中で。これでまっすぐと同じように投げる。引っ張ってボール引っ張って。おお。本当ですか？いや、お前忖度してないですよ。まあ佐々木さんに握り聞いたりはしましたよ。あ、大丈夫です。はい。まあ挟んで投げればいいんですよ。シンプル。一番わかりやすい。いやでも。上原ベースボールアカデミーの、記念すべき第1回目です。はい。よろしくお願いします。そんなええもん作らんでいいよ。そんなええもんちゃうやろ。いや多分、野球界大注目の YouTube チャンネルだと思うんですけど、はい、この動画っていうのが、少年野球をやる子供から、草野球をやる大人まで、全ての野球人に、上原さんがこれまで培ってきた野球理論をお伝えしていくっていう、YouTube チャンネルなんですけど、何か最初にちょっと言っておきたいこととか。僕が言ったことが全て正解ではないっていうことですね。自分に合ったものを探してほしいと。いろんなアドバイスはするけども、それが全部正解ではないっていうことですね。僕が言ったことが全て正解ではないっていうことですね。野球は本当に正解がないスポーツなんで、自分に合ったものを探してほしいと。ちなみになんですけど、最近ダルビッシュ投手とか、元プロ野球選手が YouTube 始めることが増えてるんですけど、どなたかのチャンネルご覧になったことは？名前は知ってるけど見たことはないです。やってるっていうのを聞いたことはあるけども見たことはないです。例えばですけど、高木豊さんのチャンネルで、歴代ベストナインを決めるみたいな、企画が結構人気なんですけど、捕手の里崎さんが、投手で上原さんを選んだりされてますが。あいつはでも本当にどこ行っても僕のことをすごいいいように言ってくれるんで、今もう佐藤にはもう感謝です。ちなみに上原さんが、この人の YouTube チャンネルあったら見たいなみたいな人いますか？分かりやすい人のやつを見たいですね。分かりやすい人。なんか結構難しく言う人とかいっぱいいるから、それはちょっとこっちも理解ができないところがあるんで。あ、そうですか。簡単に説明してくれる人が一番いいですよね。シンプルな考えの人が一番いいと思うんですよね。あんまり深く難しく考えすぎるとおかしくなってきそうな気がするんで。なるほど。ではちょっとこれから今日のテーマについてちょっと聞いていきたいと思います。上原さんといえば、スプリットというイメージがあって、魔球っていうふうに言われたりもしてたんですけれども、やっぱりご自身の中でもやっぱり重要なボールではあったわけですよね。それがなかったらね、ここまでやってないでしょうし。スプリットを投げるようになったのは、ちゃんと投げ出したのはプロ入ってからですね。プロ入ってから、その投げ方についてちょっと今日はお聞きできないかなと思っているんですけれども。挟んで投げればいいんですよ。さすがシンプルですね。一番わかりやすい。いやでもちょっとここにボールがありますので、ちょっと握りを見せてもらっても大丈夫ですか？こんな感じですね。これが一番オーソドックスだな、俺の中で。抜くように投げるっていう感じ？いや、抜かないです、僕は。これでまっすぐと同じように投げる。何も変えないんですか？何を変えるんですか？投げ方は何つうんでしょう。感覚としては本当に振り切るだけ。そうだってまっすぐと同じフォームで投げないとバレるから。だからいかにまっすぐと同じフォームで違う球種を投げるかっていうのが変化球の課題ですから。だからフォークだけじゃなくてもスプリットとかじゃなくてもスライダーにしてもそうだし、カーブにしてもそうだし、全部同じ投げ方で投げないとバッターは気づくんで。上原さん、スプリットを3種類投げ分けていたっていうふうに、これが一番オーソドックスな握り方ですね。それは、縦に落ちる。そうですね。でももっと縦に落としたかったら多分こういう縫い目に両サイド。3種類っていうのはおそらくこう横に滑らせるみたいな。この握りで最後リリースするときに人差し指に力入れるんです。人差し指に力入れたらこうシンカーみたいに左バッターだったら外に逃げていく。これがだからセカンドゴロとかファーストゴロに
打ち取りたいなっていう時にそういう球を投げたりしますね。このままではい。最後にだから人差し指ちょっと近いな、リリースって離す時にちょっと逆にスライドが中指僕は練習してたけどできない。そっちはできないですか。もともとスライダーを投げてたけど、あんまりうまく投げれないっていう人に対してもしアドバイスをするとしたら何になりますか。まあ落とそうっていう意識はしない方がいいですね。この握りでまっすぐと同じように投げてるっていうことですね。それでもう落ちなかったら向いてないということですか。いや、まっすぐと同じ腕の振りで投げて落ちなければチェンジアップになりますから。まあそれでいいじゃないかと、それでいいと思います。でそのフォームがねやっぱり緩むとフォークボールかなと思ってね、バッターも気づくから、そこで落ちないボールっていうのはもう完全なる棒球になってしまうんで、でも同じ腕の振りだったらまっすぐが来たと思っても来て落ちなかったもあれっていう感じになると思うんで。じゃあ上原さんがスプリットを投げる上でのポイントをあえて言うならば、ストレートと同じ投げ方を同じフォームにする。同じフォームで、むしろまっすぐよりも腕の振りは速くぐらいですね。まずは投げてみることですね。自分の握りでもいいから、それでいけそうだなと思ったら練習すればいいし、ダメかなと思えばまた違う握りに変えてみたりっていうのをした方がいいですよね。でも僕がこういう握りしてるからこういう握りにしなあかんっていう決まりはないんで、まずは真似することはいいことですし、その真似の中から自分の握りを見つけるってことですね。上原さん、なんかその落ちる球スプリットでこの人の落ちる球を参考にされたとか。佐々木さんに握り聞いたりはしましたよ。大文字。はい、一緒に食事させてもらった時に。佐々木さんの握りっていや似たような感じですよ。でも佐々木さんは本当に手が大きくて手が綺麗。綺麗。めっちゃ綺麗だった。その時の印象がそういう印象だったんで。大魔神手が綺麗で。もう何年前かな。もう20年ぐらい前ですよね、それは。もうすごい素人な質問なんですけど、フォークとスプリットの明確な違いって一緒でいいんじゃないの？一緒何が違うんだろう。メジャーの言い方がスプリットが多いってことですか？俺もよう分かってない。なんか上原さんはスプリットっていうことにしてるって聞きましたけど。それだからもうフォークボールっていう言い方がないからアメリカで。そういうことなんですね。だからずっとスプリットって言ってる。じゃあ佐々木さんのも野茂さんのもあれはスプリットって言われる。どうなんですかね。フォークボールっていう言い方はあんまり聞いたことがないからね。フォークといえば佐々木さんとか野茂さんとかですけど、打者としては見たことがないかもしれないですけど、どの人のその縦の変化球がすげえなって。やっぱ野茂さん、佐々木さんぐらいしか頭浮かばないですよね。あの2人はすごいなと。あの2人はもう落ち方がすごい。落ち方すごいですね。落差が。急に落ちる。急にっていうか大きいですよね。この大きく落ち幅が。投げれるようになる努力っていう意味で投球練習以外で何かやってた努力ってありますか？投球練習以外で例えば指のトレーニングを。それはもちろん。指のトレーニングでどんなことをされてましたか？こういうボール型の重い3キロとかあるやつをずっとね、握力を鍛える。あとは指をバーベルを指先からこう上げていくっていうやつですよね。握力とかやっぱ指の力が、握力、指、あとは前腕ですよね。を鍛えないと。そこが鍛えられてくると落ちるようにも。いや、そこを鍛えたら落ちるとは言い切れない。正解はないです。それぐらい違う。すいません。正解出そうとしちゃいました。正解はね。でもこれはだからフォークボールどうこうじゃなくて投げる上で鍛えとかなあかん場所ですから。変化球に限らず。なるほど。これで抜いて。ポンと。引っ張って。ボール引っ張って。おお。本当ですか？いや、もう忖度してないですよ。やっぱ
すごいな。例えばカーブとかは他の球種はそんなに多分投げられてると思うんですけども、それっていうのは自分がその他の変化球を投げることが向いてないというか、そういう。でもスライダーピッチャーでプロに入ってるんでね。はい。でフォークボールスプリットを覚えたらスライダーの投げ方を忘れたっていう。忘れちゃうもんなんですか。どっか忘れたね。逆に例えばカーブを投げないのには何か理由があって。投げれない。投げれない。曲がらない。投げないとかだけど投げれない。誰か先輩とかに教わったみたいなことは。いや僕はもういろんな人に聞いてます。あ、本当ですか。例えば誰に何を聞いたみたいな。桑田さんもそうだし、まあ今でいうダルビッシュにカットボールの投げ方とかそういうのも聞いたり。ダルだから投げれるだけであって、その握りでじゃあ俺が投げたら投げれない。ああっていうことですね。桑田さんからは桑田さんのカーブの握りとかも聞きましたけど、それはやっぱり桑田さんだからできる。桑田さんどんな投げ方でした？もうだからドローンっていうかこう上に浮かすような感じですよね。まああんなのできないです。難しいですか。いろんなゲストの方にもちょっと出ていただきたいので、それは面白いかもね。いろんな人に出て。なんかどんな人とお話ししたいみたいなのはありますか？やっぱ知ってる人とやりたいよね。例えば仲いい人でいうと、だから由伸とかさ。あ、高橋由伸さん。はい。だからジャイアンツで言ったら新之助でもおるし、二岡もおるし。はい。原監督とか来てくれないですかね。来てくれないでしょ。僕原監督憧れなんですよ。だったらカメラ持ってって取材に。もしブッキングができれば、その辺の上の世代の方でも全然大丈夫ですか？めっちゃ緊張するよ俺が。緊張してますか？いやそりゃそうだろう。落合さんとか。そんなんもんお前。俺なしでやって。そんな感じですか？そりゃ上の人たちは。俺もそれはやっぱり。なるほど。そういう上下関係で育ってきた人間やから。やっぱり野球界は。でもうちょっとしたの世代のイチローさんとか呼んだりなんかして。呼べんの？その前に。150万再生してたら呼べる気がするんですよね。すごいな。この人 NG という方があればちょっとまあ要相談随時教えてください。はい。NG の方いますか？言えへんやん。